戦闘の監獄のリセットプレイやってくでよろしくお願いします。前回までのあらすじ。エンマの鍵も手に入れてラスボスっぽい部屋まで到達。あとは戦って勝つのみ。勝てるのか、続きはあるのか、その目で確かめてみろ。ほな3階最深部から。これからラスボスって時に召喚モンスターがポイズンバイン1匹。頼りねえ。扉に文字が刻まれていた。主の宴会場。鍵は消耗品。扉は鍵がかけられびくともしない。もちろん鍵は持ってきた。さあどんな奴が待ってるのか。ラスボスバトル行ってみよか。ああなるほどね、そうきたか。こいつは原作初代のラスボスと同じ見た目。ヴァンパイアロードがお供なんも原作オマージュやな。忍者は知らないけど。偉大な魔法使いって名前は呼びにくいので以下アンドリューって呼ぶ。あくまで仮名です。さてさて、アンドリューはお初やけど、ヴァンパイアロード以下はもう何度も出会った相手。今まではニュークリアブラストで一掃してた。マスター忍者には魔法使い呪文が比較的効きやすいっぽい。問題はアンドリューか。スペック不明とはいえ、前衛の攻撃を受けきれるとは思えんけど。殴って確かめてみよう。出た、弾速メソッド。後衛は一応警戒して、ギガアーマーとマジックスクリーン。明治葵ちゃんはいつも通りニュークリアブラストで忍者処理。おう耐えた。ラスボスって言うからにはそう来ないとね。このダメージは物理半減持ちかな。ごめん、やれたわ。さすがに2発は大気連か。あっけなかった。まあこれはしゃあないわ。武器が強すぎるもん。さあ、あとはもう通常エンカウントと一緒だ。あれ、一発では一掃しきれんかったわ。まあもう一回売れりゃいい話。うへえ。あん。ポイゾンバインくん、そんな、私をかばって。ふへ。待て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 、なんやこの状況は。何が起こったんだ。もしかしてこいつらの即死攻撃ってほぼ 100% 発動するんか。6体行動して6人即死したから多分そういうことだと思う。ポイゾンバインくんおらんかったら全滅してた。頼りないとか言ってごめん。いや今はそんなことよりここからどうするかや。幸いなのか残ったのがビショップお姉ちゃんだから取れる選択肢は多い。順番に考えていこう。1、プリースト葵ちゃんを蘇生する。論外。自負の部材編での経験から敵の行動はターン開始時後で行動直前に決定することがわかってる。つまり、プリースト葵ちゃんもターゲットになる。蘇生したところで2人揃って首飛ばされて終わりだ。2、セブンスブーンにワンチャンかける。分が悪すぎる。運よく戦隊即死が引ける確率は 40% くらいか。全体回復を引けても1と同じで全員揃って首が飛ぶだけ。それどころか、ラスボス戦やし、悪い効果が出る反転特性を持ってる可能性すらある。アンドリューはもう倒してるけど、倒せば反転特性が消えるって確証はない。3、テレポートで逃げる。壁テレポート無効装備も持ってるし、最悪壁の中に飛んでも大丈夫。なんか、ほんまに一人が持ってれば、パーティー全員に効果があるはず。なんやけど、検証してみたことはないから、これまだ確証がない。最悪の最悪の場合、何人かロストするかもと思うと。4、ニュークリアブラストで突っ切る。明治葵ちゃんが一発撃ってるので、聞きさえすれば一掃できるはず。今までの経験から言っても無効化される確率は低い。これが最善策やろ。ヴァンパイアロードは残ってもいいので、マスター忍者は残り9体。1体でも撃ち漏らせば、首飛ばされて全滅だ。うおー、私かてな、温泉入るためだけにパーティーにおるんちゃうぞ。根性見せたらー。ヴァンパイアロードが残るのは想定内。だらっしゃー。倒したー。かっこええ。あとは、プリースと葵ちゃんを蘇生すれば。
しのいだ。しのげた。前衛復帰。これでとどめと同時に残るも復活。全員揃って勝利だ。勝てた。めちゃくちゃ心拍数上がった。こんな死闘になるとは、ギリギリ言ってがちだったね。残ったんがビショップあかねちゃんちごたら、その時点で積んでたで。前衛だったら数減らせずに負け。プリースと葵ちゃんだったら一掃しきれなくて負け。明治葵ちゃんだったら蘇生できなくて負けてた。身代わりになってくれたポイゾンバインくんもミラクルやったな。ありがとうポイゾンバインくん。首切られたけど、根っこ植え替えたらまた生えてきいひんかな。植物だしね。後で植えとこ。さて、死闘の果てに宝箱から手に入れたのは鍵。最後の鍵やった。前回、この鍵がいる扉があったよね。その先にクリアアイテムがあるんかな。ここ。祭壇には何かの魔除けが飾られている。脇には走り書きのメモが置かれていた。これが最後の一つ。資格があるなら持っていけ。もちろん持っていく。クリアアイテムにふさわしい超性能。じゃあ早速持って帰ろう。聖艦。まさしく聖艦と言っていい激闘だった。いいラストバトルやったよな。ではお城へ。地獄の迷宮の奥底に眠っていた魔除けを献上すると、王都の謁見を許された。現れた王は魔除けを奪い取るように手にすると、そのまま無言で立ち去った。ああ、なんやこの王様、感じ悪いな。ぶん殴りたい。あれが魔を封じるものなのであろう。腑に落ちない点もあったが、未来の災いにならないことを祈るほかない立場である。これが正解だったのだろうか？報酬を受け取った後は、城門に叩き出されるように戻ることになった。ああ、さらに感じ悪いな。燃やすぞこの城。そんなあっけない終わりを経て呆然としていたところ、不意に声をかけられた。いでたちから見て、新入りの冒険者なのだろう。その人物は決意を胸に口を開き、ことの葉を紡ぐ。先輩方、私たちに戦い方を教えてください。おめでとう。この事態の経緯はどうあれ、再びこの国の平安は保たれたのだと信じている。見届けられぬ結末に後ろ髪引かれながら、城門に背を向け、まずは酒場で一杯やろうと、新入りの冒険者の肩を叩き、空を見上げた。今回の冒険劇は、これにて終幕。終わった。ちょっとムカつくけど、心地よい達成感。クリア賞は、魔除けなのかな？よくわからないけど。これ、王様しばき倒しに行くストーリーとか追加されてたりせん？5、6発はぶん殴っておきたいよね。今ならハルシュタインくんが出奔した気持ちがわかる。ないわ。残念。ダンジョンもない。エディターで作るか。というわけで、戦闘の監獄編、ついに完結です。お疲れ様でした。いやー面白かった。このシナリオ、星5満点で評価するとしたら、星 4.5。かなり好き。まず第1に、そのボリューム。これ一つで他のシナリオ3本分くらいはある。アイテムがランダム生成なのも、ボリュームの多さに拍車をかけてる。ウィザードリーらしくないって意見もわかるけど、個人的にはこれ系のシステム好き。惜しかったのは、イベントアイテムのランダムドロップ。エンマの鍵な。
これさえなければ星5やった。デフォルトシナリオや慈悲の負債に続いてまたしても、閻魔の鍵は存在が示唆されてるからまだマシな方ではある。総評としては初心者におすすめ。ミニマップとか回収屋さんとかのおかげで難易度高くないし、ノーリセットプレイやったことない人もぜひこのシナリオでやってみてほしい。逆にそのあたりがウィザードリーらしくないので、最初のウィザードリーとしてはおすすめできません。デフォルトシナリオあるし、その心配はいらんやろ。さてこれで戦闘の監獄編は一旦完結ですが、まだやり足りないことがあるので、そのうち後日談的なこともできればと。最強装備作ってお披露目したい。また、少し充電と準備期間をもらって、偽りの対象編もやりたいと思っています。ポートレート一新したいなとか考えてるんやけど、どうなるかはまだわからん。あれ時間かかるしね。しかしまさかこんなに長くなるとは。どれくらいプレイしたんやろ、と思ってプレイ時間見てみたら。13時間31分20秒。いや少なくない？慈悲の負債でも16時間くらいやったのに、その倍近くはやってると思う。理由はわからんけど、どっかのタイミングでカウントリセットされたらしい。とにかく、ゲームとしては測定不能、動画としては1年以上。こんな長丁場に最後までお付き合いくださり、本当にありがとうございました。それではまた別のシリーズでお会いしましょう。